どうも、ケイスケです。皆さん、AI 使ってますか？僕、クロードめちゃくちゃ使っていて、最近、クロードのね、フェイブルっていうのが出たんですよね。フェイブルっていうのがめちゃくちゃ頭がいいと。で、もうとにかくいろんなことができます。で、そのフェイブル自体がなんか7月7日ぐらいまでしかなんか使えないよと。それ以降は重量課金制でなんか結構値段が高くなっちゃうというのがあったんですけども、なんと延長されまして、7月12日まで通常のプランで使えるようになりました。ということでですね、今回は僕がクロードの AI を使って作ってきたアプリ5つ紹介したいと思います。例えばこんな感じでね、自分専用のメーラーのアプリを作ったりとか、あとはフルテロップをバーって自動生成してくれたりとか、こういうのを作っておりますので、一個一個どんな感じで動くのか解説していきながら5つ紹介していきます。早速いってみましょう。はい、ということで今日はもうサクサクっとクロードの話なんですけど、AI もう本当すごいですよね。最近というか2026年本当にもう毎回これ動画で話してると思うんですけど、進歩やばくて、で最近はもうこうしてああしてっていうのを自分たちの普通の会話を言うだけでアプリケーション作ってくれます。特にこのクロードのフェイブル5っていうのが出てるんですけども、これがねもう半端なく頭が良くて、これにちょこちょこっと言うだけで本当一発でいい感じのレベルのアプリケーションが出てきたりします。でとはいえ何でも作れますよって言われても何作ったらいいかわからんのじゃっていう人多分多いと思います。でそういう時に欲しいのはアイデアですよね。ってことで今回の5つ紹介していきます。まず1つ目、ちょっと簡単なところからいくと Mac を眠らせないようにするアプリ作りました。これ超簡単で、Mac って閉じたら眠っちゃうじゃないですか。閉じたらスリープしちゃう。閉じてもスリープしないようにするアプリを作ってっていうだけで、これ作ってくれました。はい、具体的にはどういうものかっていうと、はい、この上の部分ですね。上の部分にこのアイコンを表示させています。こちらを押して蓋を閉じてもスリープさせないっていうのを押すと、パスワードが求められるんですけども、パスワードを入力するだけで、蓋を閉じてもスリープしないようにさせることができるというものになっています。でこれですね、ちょっと前までアンフェタミンっていうアプリケーションがあって、それを使ってたんですよ。使ってたんですけども、やっぱ Mac のソフトウェアが新しくなって、パソコンを閉じると強制スリープされちゃうような仕様になったんですよね。そもそもパソコンを閉じてもスリープさせないような仕様ってちょっと危険なんですよ。なぜかというとオーバーヒートしちゃうからなんですけども、本来はやっちゃいけないんですけどもやりたいじゃないですか。っていうのも、例えば僕だったら動画の書き出しをするとか、ちょっとした AI を動かしておくとか、あと10分15分で終わるんだけど移動しなきゃいけないっていう日があるんですよね。そういう時にこれをオンにしておいて、ちょっとスッとパソコンカバンの中に入れといて移動することができる。でさすがに30分以上回すとね結構熱くなっちゃうと思うんで、15分ぐらいで、もう一回パソコン出して止めたりはしてるんですけども、これがあることによってかなりこの移動中の書き出しとか、移動中の AI 稼働っていうのがスムーズになりました。これもめちゃくちゃ簡単に実装ができるのでやってみるのをおすすめします。一応注意事項として、本来はパソコン閉じた時にスリープする方がいいからね。発熱とかバッテリーの関係もあるんで、そういうののヘルス面で言うとやんない方がいいんだけども、便利さで言うとかなり便利なので、ぜひ使ってみてほしいなと思います。で自分でアプリケーションを作るっていうところのすごくメリット1個あるんだけど、これがどんな形式で表示させるかですね。例えばこのアプリケーションも僕はこの Mac の上の部分にね、あった方がいいなと思ったので、この上の部分のバーに常に表示させていて、ここからアクセスできるようにしています。そうではなくただのアプリケーションにしたいよっていう人もいると思うので、その人はクロードにそういう風に指示をしてあげると、もう自分の思った通りのアプリケーションで作ってくれるので、そういうところもかなり小回り利くのが嬉しいですよね。はい、次クロードで作ったアプリ2つ目がですね、スクリーンショットで撮った文字をそのままコピペできるっていうアプリケーションです。これ実はですね、そこにちょうど今一緒にレオさんとね作業してて、そのレオさんのアイデアではあるんですけども、見ていただくと分かりやすいと思います。こんな感じで上に OCR っていうねアイコン出してるんですけども、これを押しますと。でこれを押してパーってここからここっていう風にスクショしてあげると、ここの文字をそのままコピーできるというものになっています。これに関してはテキストトゥテキストなので、簡単だなと思うんですけども、例えば、なんだろうな、動画の中のテキストをスクショ取るとかは、なるほど、レオさんのアドバイスにより確かにね。はい。でこれで、
ここを押してこうすると、はい、そうするといいね、できたあざます。はい、こんな感じで、今ねレオさんから作った本人からアドバイスもらったんですけども、例えば動画の中とか画像の中にある文字っていうのをそのままドラッグすればコピーできるというものになってます。たまにありますよね、なんかこう、この画像の文字そのままやりたいのになみたいな思う時あると思うんですけども、それを Mac ですぐに呼び出して、コピーができる、文字ごとコピーができるっていうのかなり楽だなと思いました。そして作ってよかったアプリ3つ目、メーラーのソフトですね。もうこれほとんど Gmail のクローンで作っているんですけども、ちょっとね自分なりにアレンジできます。こういうのができるのもすごくいいところで、要は元あるサービスで元あるサービス使ってるんだけど、ちょっとお金がかかるだったりとか、あと若干使いづらい部分があるみたいなものを自分なりにカスタマイズして使うことができるっていうのもすごく AI のいいところだなと思います。はい、ということでメーラーのアプリ開いてみました。でこれはねもうアカウント今入れてない状況、もちろんログインをすれば自分の、Gmail のアカウントでログインすることができますと。でほとんど Gmail と同じようなUI で作ってあるので、ほぼパクリみたいなもんなんですけども、これ配布しなきゃねいい話なので、配布するとちょっとねあんま良くないかもしれないけど、そういうのはせずもう自分個人で使っています。でカスタマイズした部分で言うと、1個はこの領収書ボタンですね。領収書ボタンどうしても残しておきたくて、僕メールとかでたまに電子領収書送られてくるんですけども、その電子領収書がどこ行ったか分かんなくなっちゃうんですよ。でそれのタグをつけたいっていうことで領収書タグっていうのを1個つけておきました。でもう一つは AI 返信ですね。ここでどんな風に返信するかっていうのを入れて返信してあげればいいと。例えば、これサンプルなんですけども、来週月曜日に変更させていただきたいって書いてあったんで、来週だと月曜は NG なので、14時からなら可能、それみたいな感じで AI 返信を、生成するとこんな感じで、サクッと返信を考えてくれます。これフリーランスの人とか、自分で会社やってる人だったら分かると思うんですけども、メールの時間っていうのがめちゃめちゃ食うんですよ。要は1日普通に来てるメール全部返信してると2時間とかかかっちゃうんですよね。それだけで本当に1日終わっちゃうくらい時間をね食ってしまうので、なんとか短縮したいということで、こういう AI 返信っていうのを作成するのかなり助かってます。もちろん全部のメールを AI 返信してるわけじゃなくて、例えばやっぱこういうね日程の時だったりとか、あとは費用の提案してくださいとか、なんかパターンの提案してくださいみたいな時は AI 返信使うとかなり楽なので、いろんなね場合で分けながらやってるとかなり楽に感じます。ということで、作ってよかったアプリ3つ目がこちらのメーラーのソフトでした。ケイスケの動画。はい、そしてここからは僕ね普段動画編集をメインにやっているので、自分の動画一番メインの仕事ですねに関連するアプリを2つ作りました。でまず1つ、無音削除のアプリを作りました。僕は普段こんな感じでカメラに向かってずっと喋ってるという感じで動画を撮ってるんですけども、もちろん言い間違いもするし空白も空くしっていうことで、自分でカットするやっぱ手間をなるべく減らしたいんですよね。なので最初の時点で動画がちょっとでもなんか短く自分の心のハードルが下がるように、まずは無音を削除するっていう工程を挟んでるんですよ。でやり方めちゃくちゃ簡単で、このサイレンスカッターの動画を選ぶっていうところから、もともと撮った素材ですね、これをポチッと押してあげます。一番長いのこれかな。でもこれでよくて、あとは2カメね、僕俯瞰の、カメラとかもあるので、その動画と一緒にカットしたいときはこの2カメラ目っていうのは選べるようにしてあるんですけども、今回それないので1個だけでカット強度っていうのがあるので、僕はソフトでやってるんですが、これで無音カット開始ってやるともう本当にすぐに15秒ぐらいでカットができます。これも無音判断してカットしてるだけなので超早いですね。で出力はここに今出てきたように、ファイナルカットの XML で出力してもらうようにしてます。でこれをですねファイナルカットプロで読み込むんですよ。ちょっとねなぜか今アイコンが出なくなってファイナルカットプロがバグってるんですけども、こんな感じで、要はカットされてると、いう状況になります。でこの状態から言い間違いとかは自分でカットするっていう形にしています。言い間違いとかはねなんか判断がやっぱり AI だと難しいような気がしていて、うまくなんか動作しなかったので、僕はとりあえず無音カットだけを先にしてると。でこうすると、この辺無音だなと思ったらバーって消したりできるので、わざわざ視点と終点を選ばなくてもサクッとその間をカットすることができます。
これも前はね別のソフトとか使ったんですけども、もうそれいらなくなってその分節約になりましたね。で最後、僕がね動画編集にめちゃくちゃ使っているソフトが5つ目、フルテロップ生成ソフトです。はい、こちらなんですけども、ここからもう動画を選ぶだけですぐにフルテロップを生成してくれるというものになっています。試しに選んでみますね。で、この前の買ってよかったものの、サンプルの動画、よいしょ。はい、これですね。これラフにもうすでにカットした状態です。さっき無音カットもして、でなおかつその後言い間違いも自分で削除した後にフルテロップを生成するようにしています。でこれ読み込んであげると、多分ねこれ前のねもうデータが残ってあるんですでにね読み込まれてるんですけども、もう一回文字起こししてみましょうか。でこれはねちょっと時間がかかります。これは、どんぐらいかな、1本の動画で結構正確にやってくれてるので10分から15分ぐらいかかるかなっていう感じです。でね、詳細設定詰めることができて、言語とか最大の文字数とか、あと僕の場合はやっぱ固有名詞出てくるんですよ。例えばこの前出したオズモポケットとかインスタ360とか、そういう社名とか固有名詞っていうのがたくさん動画内に出てくるんですけども、そういうのをちゃんとウェブ検索して合ってるかなっていうのを確かめながらやってくれる形になるので、結構時間がかかります。はい、ということでちょっと時間かかったんですけどできました。24分の動画で5分から10分ぐらいかかった感じですね。で聞いてみれば分かるんですけども、どうもケイスケです。2026年も7月に入りまして、もう半分終わったんですね。いや早すぎるよね。いやもうほぼ完璧じゃないで、ここで2倍とか 2.5 倍速とかできます。僕の場合は 2.5 倍速とかにして、例えばいや早すぎるよね。毎日のこの前なんか途中でなんでここら辺とかで切りたいなと思ったらエンターを押して、はい、こんな感じでずっと過ごしてもう半年過ぎましたって感じで、調整ができます。で、途中でねカットすると、若干音声と字幕がずれてしまうってところがあるんですけども、そういう時はこのね字幕と音声の起こりにスナップっていうボタンを押すとちゃんとスナップされて、声の起こりのタイミングで、スナップしてくれるっていう機能もついています。でその文字のタイミングどうしても気に入らない時っていうのがあった場合には、ここをダブルクリックすると、こんな感じで波形にスナップすることができます。なので、これでちょっと微調整してあげるということもできるんで、基本自動でやって、どうしても気になるところだけダブルクリックで波形を見て、いじるってことができます。であと最後 AI 修正ってところですね。この中では特にないんですけども、気になる部分、例えばこのねテクニクスっていうのがカタカナのテクニクスになった場合っていうのは、ここでこのカタカナのテクニクスを、ローマ字テクニクスにっていう形で送信をすれば一気に置換してくれる形になります。でこれが出来上がれば、あとはファイナルカット XML で書き出す、もしくは SRT の字幕ファイルで書き出すっていうこともできるんで、こんな感じで作り込んでいます。今までだとやっぱ24分ぐらいの素材だと30分から1時間かかんないかなぐらいで出来上がったんですけども、これできてから15分ぐらいでできるようになりました。はい、ということで作ってよかったアプリ5つ目がこちらのフルテロップ生成ソフトでした。ケイスケの動画。はい、ということで駆け足で、僕の作ってよかったアプリ5つ紹介してきたんですけども、自分がアプリケーション初めてこんな感じでね、もう作ってみたんですけども、こんな感じにやってみてこれ難しかったかで言うと全然そんなことはないです。もう本当にクロードにただただ自然言語で、こういうソフト作ってって言って出てきたものをこうでもないああでもないっていうのを会話を繰り返して出来上がるという形で、僕が特別なコードの知識を持ってるとか全くそういうことではないです。なので僕みたいなねコード初心者が書いても全然こんなアプリケーション作れるんで、ぜひねやってみてほしいなと思います。で加えてやっぱやってみてすごく良かったなって思うところで言うと、自分好みにカスタマイズできるっていうのがすごくいいなと思ってるんですよ。例えばさっきのフルテロップ生成ソフトも、普通のフルテロップ生成ソフトとかだと 2.5 倍っていう速度なかったりするんですよね。2倍3倍とかあったりするんですけども、この中途半端な 2.5 倍っていうのがなくて、僕その 2.5 倍で使いたかったんですよ。なので自分用のカスタマイズとして 2.5 倍作るとか、あとは自分はこういうフローで動画編集をしたいから今回みたいなフルテロップ編集ソフトを作ってあるんですけども、例えばレオさんとかは全然僕とはね違う動画編集フローで動画編集しているので、本当に作ってるソフトも全然違ったりとか、それぞれ個人でやってるフローに落とし込みながら自分専用のアプリケーションを作ることができるっていうのがすごく AI のいいところなんですよね。なのでもちろんやったことないとできるのかなとか、なんかめんどくさそうだなって思う気持ちもあるんですよ。もちろんめんどくさいはめんどくさいんですけども、やってみると本当感動するし楽しいことばっかりなので、ぜひねやってみてほしいなと思います。
で、そう、1個だけこのアプリケーションを作るときにこれやっといてよかったなって思うことがあって、オブシディアンの連携っていうのをしてます。このオブシディアンっていうのは、要はメモアプリみたいなもんなんですけども、そこのメモにですね、自分のクロードとの会話の履歴とか、あとはクロードってやっぱミスするんですよ。なんかこういう風にできませんでしたっていうそのミステイクのログとかを全部貯めてもらってるんですよね。で、それも特別な指示とかしてるわけじゃなくて、クロードと相談しながらこういう風にしてほしい、ミスはちゃんと自分で自動で残してほしいとか、そういう会話をして、記録する、方針っていうのを決めてやったんですけども、これをするだけで毎回ね、ソフト作るときにはそのミスっていうのをちゃんと読み込んで、同じミスはしないようにしてくれるし、かなりアプリケーションを作る精度っていうのも上がりました。なのでですね、このオブシディアン難しくないので、本当にダウンロードしてオブシディアンと連携させてって AI に言うだけなので、ぜひねやってみてほしいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。クロードのめちゃくちゃ頭いいフェイブルが本当サブスク内で使えるのは7月12日までとかなので、ぜひこの機会に使ってみてくれると嬉しいなと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。